霧の立ち込める海にはバイキングがひしめき合っていました。彼らは北欧のスカンディナビアからやってきて四方八方へ旅をしていました。イギリス諸島やフランスで略奪して定住した者もいて、勇敢に北極探検に挑戦したり、中東への交易路を新たに開いた者もいます。安定した航海術や先進的なロングシップと恐るべき戦略を誇る彼らは300年以上にわたって航海を続けてきました。しかしその勢力に比して残された遺物はわずかです。代わりに石や樹皮や骨のかけらが彼らの文化を読み解く手がかりとなります。墓や沼地や古代人の定住地跡で発見されたものの多くにはルーン文字で記された古ノルド語の文字が刻まれ、それだけでなくバイキングは日用品や宝石、武器や靴にまでルーン文字が刻まれていた。文章を解読するのは簡単ではなく、短い線や直線や斜線からなるルーン文字はフサルクと呼ばれ、アルファベットで構成されていた。様々な階級の人が様々な方言で話し書いたりしたのです。標準スペルはなく、独自のルーン文字を用い、地域固有のアクセントで発音しました。バイキングと交流のあった他の文化の影響を受けた碑文もあります。例えば、ルーン文字で刻まれた愛はすべてに打ち勝つという文章は、もともと詩人ベルギリウスがラテン語で書いたものです。謎に包まれたレーク石碑と同様、多くの石碑は印文形式で刻まれ、古ノルド語の詩の形式が強調されている。現代ルーン文字学者がルーン文字を読めても、その意味が明らかでないものもあります。まだ未解明の謎があるとしても、個人について明記したものや、地域の歴史を記録した多くの碑文が解読されてきました。中には魔法の呪文もあります。橋のそばにある岩の路頭に文字を刻んだスウェーデンのラムスンドのルーン石碑は、沼地の通過旅人のために掘られ、ジグリッドという女性の依頼で敷かれた土手道は著名であった。彼女の地位と家族が誇る権力を自分たちの名前を刻むことで誇示しました。さらに、竜殺しのシグルス、ジークフリートのイラストを彫ることで、彼女自身とその家族を神話上の英雄的行為と関連付けました。デンマークの町イェリングには10世紀に建てられた2本の石碑があり、ある王室の2世代のことが明記されている。1つ目はゴームロ王が建てたもので、妻チューラ王妃を追悼する。2つ目はゴームロ王の死後、息子のハーラル聖子王が建てたもの。これらの石碑はバイキング時代の王朝の権力を知らしめるものであり、デンマーク最古の歴史的文献の一つです。この石碑はデンマークがバイキング時代初期の主要王国であったと伝え、ハーラル王がノルウェー南部を支配し、キリスト教に改宗したと示す。今日、ハーラルの頭文字は Bluetooth のロゴになっている。10世紀戦士であり詩人でもあったエギルは、高名なルーン石碑の彫刻師でした。詩によると、毒を注いだ角にルーン文字を刻み、その角を粉々にしたそうです。また別の話では、ヒーリングルーンが刻み込まれた芸骨を少女の枕の下に置き、彼女の命を救ったといいます。北欧の詩は、穏やかな海や安産や戦の勝利を願うために唱えられたルーンで書かれた呪文を伝えるが、呪文の真の意味は十分に理解されていない。剣や斧や槍に施された碑文の多くは解読不可能です。リンドホルム島の魔除けのようなものには呪文か謎かけか宗教的メッセージと思われる碑文が刻まれています。バイキング時代の終わりを正確に特定するのは難しいですが、海域での勢力拡大は1100年までにほぼ終焉しました。しかし、スカンディナビア全土で人々は種々の古ドルド語を話し続け、農村部では19世紀までルーン文字が使われてきました。現在も多くのルーン石碑は元の遺跡に立ったままです。デンマークのグラベンドループ石碑の碑文は1000年もの間恐ろしくこう宣言を。この石を傷つけ、あるいは他人の追悼に引きずり動かす者は馬術師である。これらの動画で視野を広げてください。そしてチャンネル登録をお願いいたします。そうしたら新しい学びのチャンスを逃すことはありません。